私たちの体にはとてつもない知性とつながる力があります。それは超知性と呼ばれるもので、集合的無意識、スピリタスムンディ、ワンネス、アカシックレコードなど様々な呼び名で表現されます。このことは別動画でもご紹介しました。この巨大な知性に影響を与えているのは、実は体の筋肉や神経なのです。意識を体に向けることで、その情報源とアクセスできる、つまり直感を感じやすくなります。でも直感なのか、単なる思いつきなのか、どれが答えなのかわからない。正直そういう方多いと思います。今回は具体的に直感としての答えだとわかりやすくなるワークについて、ネドジュンさんのお話をお伝えします。体は情報源。体の中には非常に大きな情報があります。そしてこの情報は体の神経の中の電気信号として存在しています。そして電気信号はその瞬間しか存在していません。私の感じる体の中の膨大な情報はその瞬間その瞬間起こって流れて無意識に流れ込み、ずっと意識とやり取りをしています。頭の中は思考の渋滞。多くの人は頭の中が思考でいっぱいです。過去の出来事を何度も思い返したり、未来の不安をシミュレーションしたり、意識は常に過去や未来に振り回されています。3日前のことを考えたり、この前人に言われたことについてずっと考え続けたり、それから未来に関して漠然とした不安ですとか、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようというようなことをいろいろと思考して、それがなかなか止まらない。そして意識はそれにずっと巻き込まれているような感じで頭の中にある。これによって多くの方が意識が頭の思考にあり、今この瞬間から外れているので、この膨大な情報、重要な情報を感じることができない。今この瞬間にある体の情報とタイムラグが生じ、直感を感じられない。その確かさのない意識に対して左脳が問題点、問題点、問題点とたくさん出してきます。これは思考で作り出している問題点です。本当に問題かどうかはわからない。こんなことがあるかもしれない。こんなこと昔あったからまたあんな風になるかもしれないという思考が意識を過去や未来へ引きずり回しています。このような状態の中で思考の過去や未来の不安があたかも真実のように感じます。でもこれはもう現代病です。これが普通の状態です。真面目で一生懸命な方ほどこの状態になっていますが、それは皆さんが何かを失敗したとか、間違えてこうなってしまったということではありません。社会の取り巻く環境により、こうなっていて普通。ご自分を責める必要はありません。このことに気づいたならば、意識を体に向けて、体の感覚の神経と意識をつなげていきましょう。その方法をこのチャンネルではご案内しています。意識を体に向ける。情報のタイムラグをなくして、意識と体の情報とのつながり直し、膨大な情報から必要な情報を受け取れる状態になるためには、意識が頭の中の過去や未来の思考にさまよわず、今ここに集中。意識を体の内側、胸のあたりからお腹の方に向かって下へ下へと意識を下ろす。体の神経と深くつながる。頭の中が静かで思考に惑わされない空間となり、シーンとしている。体の神経が意識の根っこのようになると、その神経からたくさんの情報を感じ取れるようになります。
そして誰が何を言おうと、自分はここにいていいんだという強い自己肯定感が生まれてきます。体と対話する2つの方法。体、特にお腹とのつながり方には2つあります。1、お腹にいる。これは意識が常にお腹の感覚と同じ空間にある状態を言います。つまり、意識をお腹の内側に入れている状態です。2、お腹に効く。普段は意識が別の場所にあったとしても、必要な時だけお腹に意識を向けて問いかける方法です。この聞く方法を磨くために、今回ご紹介するのがフードフィーリングというワークです。フードフィーリングのやり方。1、心臓の高さくらいの胸の真ん中に指を置く。指を置いていただくと、指で触っている感じ、感覚が感じ取れると思います。2、指で触れている内側へ意識を向け、胃のあたりまで空間を広げる。3、食べ物の名前やイメージを思い浮かべ、胃に食べたいと問いかける。これどなたも皆さん毎日のようにやってらっしゃることだと思います。今日の夕飯何食べようというとき、多分無意識にお腹の中に意識を向けていると思います。誰でもやっている当たり前のことなんですが、それを改めて意識的にやってみるワークです。指を胸の中心に置き、その触っている感覚を感じ、そこから感覚をお腹や胃のあたりまでスーッと広げます。空間を広げるような感じで感覚を広げます。そして今食べたいかなと思うものを体の内側に胃袋に問いかけます。例えばラーメン。ラーメンのイメージを思い浮かべて、ラーメン食べたいかな？どうかな？その体の内側の空間の感じ、お腹の中の胃袋のあたりの空間の感じを感じてみてください。そんなにはっきりわかるものではありません。なんとなくです。次に食べたくなさそうなものを問いかけます。例えば、ギトギトの焼肉。これ食べたくないという場合は、胃の下の方からおえっていうような、ほんのかすかに違うっていうような、無理って言ってるような雰囲気が少し感じられます。こんな風に実際の食べ物、大雑把な丼物というより具体的な親子丼とか天丼などをイメージしやすい方が胃袋は反応します。人参とか大根おろしとか具材に関しても反応が返ってきやすいです。特に体にとって今これ食べた方がいいというとき、結構はっきりと胃袋がそれ食べていいよっていう反応が返ってきます。素材でやってみるのもすごくいいです。あと、冷たいおそうめんっていうと、夏の暑い時は本人は食べたいなって思うんですが、体は冷たいのは嫌。なんかよくわからないけど、冷たいのは嫌かなっていうような、ちょっと冷えたような感覚が来たりします。体が胃袋が冷えるのを嫌がってるのかなと感じてみたら、今度は反対の温かいお味噌汁とかを聞いてみると、また違った感覚が来たりして、体のわずかな反応が
わかりやすくなります。このようなことを日常で行っていると、体や胃のかすかな、わずかな反応が神経との対話のようにわかりやすくなってきます。体の感覚が敏感になり、体の反応をつかみやすくなり、その方独特のイエスとノーの体の反応がわかるようになってきます。食べ物以外にも応用。慣れてきたら食べ物の合間に別の質問も混ぜてみます。とんかつ食べたいかなの後に、子供の習い事を増やすのはどうしよう。仕事を辞めようか。こんな感じです。判断しかねていること、迷っていることを何食べたいかの間に混ぜるのです。食べたいものと食べたくないものの体の反応が分かっていると、食べ物以外のことの反応も分かりやすくなります。ですが最初はよく分からないかもしれません。あまり分からないのが普通です。体に意識を向けることを頻繁に行っていくことで、体の感じる神経が反応し始めます。体の神経回路とのつながりが太くなっていきます。最初はわからなくても2、3ヶ月やっていくと体の反応が少しずつわかるようになり、食べ物のついでに迷っていることなどを体に尋ねてみると答えがわかりやすくなってきます。このように食べ物で鍛えた感覚を日常の決断にも活かせるようになります。ビジネスシーンにも、私はこれはビジネスにも活かせると思ってビジネス経営者向けのセミナーでもご案内しています。自動思考が止まれば直感は気づきやすくなるのですが、自動思考が止まるまでにどうしても時間がかかりますし、経営者の方のように日々いろんなことを決定しないといけない方にお勧めしています。今日はあそこのお店の焼き魚定食食べに行こうか、カフェにしようか、そんな感覚で新規事業を展開しようか、あの会社と提携しようかなど、いろんなことを体に尋ね、体の反応を感じる。それが慣れてくると、お腹や体の反応から様々な決断ができるようになります。そしてそれは思考で決断したことと違って考えられないほどの効果をもたらしてくれます。占いのカードを引くような感じで毎日些細なことから気楽にいろんなことをお腹に聞いてみて、お腹の感覚や反応を読み解く力を養っていくと、大きな決断の答えも感じ取れるようになります。頭の反応とお腹の反応の見分け方。そして反応には2つあります。1、頭の反応。これはこんな感じです。それは、ここのランチ高いなとか、昨日食べたからやめとこうとか、これは頭の反応です。過去の情報や未来の予想などを使ってくる答えは、これは頭が反応しています。あと夕食何食べたいかなっていう問いに対して、クリームソーダなどの感覚を感じたとき、それ晩ご飯じゃないっていうツッコミは頭の反応です。頭は一生懸命あなたのことを考えてそれに反応しているのですが、わかったわかった。でもちょっとお腹に聞いてみるねと、またお腹の感覚の方に戻ってください。2、お腹の反応。お腹の反応は本当にごくわずかです。お腹からはっきりとした答え、例えば、それは食べたくありませんといった答えは来ません。ほんのちょっとした胃袋がヒヤッとする感じとか、胃にちょっと力が入る感じとか、背中のあたりの冷たい感じがちょっと広がったなど、ごくごくわずかな反応です。この反応は人それぞれ違うので、自分の体の反応、つまり
イエスの時のふわっとしたわずかな反応、違う時のごくわずかな拒んだような反応の違いがだんだんと分かってきます。なので、真剣に直感を待つというより、その時その時のわずかな反応をもとに、意識の側が答えを読み取っていくゲームのような感じなのです。最初は曖昧で大丈夫です。続けていくとはっきりわかるようになっていきます。右脳的な考える感覚。聞き方には2種類あって、いわゆる大きな無意識にわからないことをお腹に投げ込んで、後日その答えが直感として返ってくるという聞き方と、もう一つが今回のその場その場で短く聞いていくやり方です。実は今回のこのその場その場で短く聞いていくやり方が、右脳シフトして頭の中に思考の声がなくなったとき、今までの思考で考えるということと置き換わっていきます。私自身はほぼ起きている間は、常にこのお腹の感覚の中で意識がいろんなところを触っているような感じです。そして4割から6割くらい意識をお腹に向けながら現実世界を見ています。そうすると何か大切なものを見たとき、お腹の中の感覚がふっと変わるんです。これ何か今意味あるのかな？今自分が知るべきなのかな？っていうことがわかります。なので実は直感を受け取る、答えを受け取るって何食べたいのかなと一緒のことをやってるんですね。世界を目で見て、音を聞いて、それと同時にお腹の反応を同時進行で探っている。答えは体の中にあり、その答えを何食べたいかなっていうのと同じように、自分の中で、ああ、なるほど、これが今大事なんだとか、これちょっと気を引くな、なんだろうっていうふうに判断に結びついていくのです。この体のごくわずかな反応。これは最初のうちは食べ物を使って自分が食べたいな、食べたくないなと思うものをお腹に向かって呼びかけてみる。その違いを見て、あなたの体のイエスとノーについて少しずつ意識の側が学んでいく。それを実験やテストのように毎日やっていくと、体の内側の感覚にも意識が敏感になっていき、意識と神経回路としてつながっていきます。人生の難しい問題の答えも、体の感覚でだんだん気づけるようになっていきます。そしてその意識がお腹の中を探っている時間が長ければ長いほど、体と意識がつながって、しっかりと神経の根っこにつながり、巨大な知性からの答えを感じ取れるようになっていきます。私はここにいていいんだという肯定感、安心感、幸せ感も感じられるようになります。いかがだったでしょうか？意識を胸からお腹へ下ろす、微細なお腹の反応を感じ取る、食べ物から始めて日常の判断にも応用する。こうして超知性からの答え、直感だとわかる感覚が育っていきます。日常の些細なことから気軽にお腹と対話して感覚を育てていくと、人生の大きな問題の答えもわかるようになるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。